下北沢にある古着屋フェザントの田中です。お願いします。僕バイク乗りでハーレー・ダビッドソン乗ってるんですけど、お店の名前どうしようかなって思った時に、ハーレーってそういえば白頭鷲のデザインされてるんですよ。ブランドアイコンっていうか、なんで白頭鷲なんだろうなって調べた時に、どうやらアメリカの国鳥が白頭鷲らしくて、じゃあ日本の国鳥って何なんだろうと思った時に調べた生地で、生地って英語でフェザントっていうらしくて、生地と服で使われる繊維で生地っていうじゃないですか。合わさってていいなっていうので決めました。はい、ジャンルは主にアメカジなんですけど、大枠、年代とかは本当こだわりなく、僕がかっこいいなと思ったやつはピックしてるんで、その当時のバイクカルチャーだったりとか、ちょっと不良チックなカルチャーとファッションが通通してるっていうので、アメリカものっていうこだわりは持ってやってます。こちらです。店内はこんな感じですね。お金がなかったので内装は全部手作りでやってて、試着室だったりとか壁とか、ラックは買って並べたり、アメリカ雑貨とかも、もらい物だったり自分が集めたりとかっていうので貼って、それなりに雰囲気は作れてますね。こっちは、ヴィンテージとかデニムとかのラックですかね。おすすめしたいところでいくと、これとかは結構やばい1枚じゃないですかね。1950年代頃のブルックス・ブラザー、60年代って何パターンかその流行った柄とかがあって、の一つがペイズリーで、これただのペイズリーじゃなくて、ペイズリーの奥にチェックがあるんで、なんかちょっと不良チックなデザインがむしろかっこいいなっていう感じですかね。これかな。これ1980年代のダイスサイコロ柄ですね。一見どこにでもありそうなシャツなんですけど、これが探すとない、形が50年代の解禁のボックス、ラウンドしてないタイプで、50年代とか60年代40年代のシャツってやっぱこういう風に幅が狭い、袖が短い、もう基本的にジャストサイズ。80年代のシャツはそこまでちっちゃいのが少ない、幅あって袖丈も長くて、でなおかつ50年代とかのいわゆる解禁シャツっていう形、50年代のヴィンテージと90年代のいわゆるストリートのちょうど中間的なデザインの服がこれかなっていう、めちゃめちゃ嬉しい一着って感じです僕カモパンが大好きで、茂みに隠れるために葉っぱ柄になってたりとか、こういうのはいわゆるチョコチップカモフラージュって言われるんですけど、これはデザートですね。土とかの中に隠れるっていうか、カモパンにもめちゃめちゃ種類があって、皆さんが想像するカモパンって、いわゆる青々した葉っぱが書いてあるのをイメージすると思うんですけど、これ国で違うんで、デザインがだって敵国と同じ柄だったら味方撃っちゃうじゃないですか。それで不採用になったカモ柄もあるんですよね。これはコーンフィールドカモフラージュって言って、トウモロコシ畑なんですよねやばいですよね。なんでトウモロコシ、だってトウモロコシ畑で隠れることないですからね。そんなところで戦闘しないと思いますし、っていうのが面白いなってなるんですよね。掘るとやっぱカモパン一つにしても面白いですね。これもこれとかは大丈夫か分かんないんですけど、結構もうかなりアメリカな T シャツっすよね。てかめっちゃ可愛いデザインで、結構やばいこと書いてある T シャツで、こういうのって多分絶対日本じゃ売り物にはできないし、アメリカでも多分売り物にできてたのか自分たちで遊びで作ったのか分かんないんですけど、ただこういう発想がアメリカ人っぽくていいなって思いますし、やっぱこういう、僕は不良チックっていうか真面目じゃない感じのものが好きなので、こういうのはやっぱ惹かれますね。このタンクトップもおすすめですね。トライアンフです。これイギリスのバイクメーカーなんですけど、トライアンフってまずそんなに見ることがないんですよね、古着で。昔のそれこそ想像するとバイクギャンガーいるじゃないですか。であれ全員が全員ハーレー・ダビッドソン乗ってるわけじゃなくて、やっぱこういうイギリスのバイク乗ってる人も いたってことなんですよね。でいるってことはこういうグッズが出てくるってことなんですよねそういうのを知るとより面白い、はい、って感じです。
このラックはもう全部白でまとめてて、夏なので主に T シャツメインなんですけど、リッケンバッカーっていう T シャツで、ロック T シャツって多分皆さんよく聞くし今流行ってると思うんですけど、ロック T シャツじゃなくてロック T シャツの先にある楽器 T シャツですね。でリッケンバッカーってビートルズのメンバーが皆さん使ってた、ギターのブランドで、もうビートルズ好きならマストで欲しいし、かぶりたくないからこそ楽器 T シャツみたいな、誰も着てないと思うんでっていう感じですかね。次この黒のラックですね。これもう個人的なあれなんですけど、スリップノットっていうこれバンドの T シャツですね。小学校の時に一番最初に聞いたのがこのスリップノットっていうバンドのこのアルバムの People Equal Shit っていう曲で、やっぱそのアメリカっていうものの触れるきっかけになった一着っていうかバンドなので、やっぱ自分にとってもすごい思い入れがあるっていうか、それがまた自分でお店やった時にその当時の T シャツが入ってくるっていうのはなんか感慨深いですよねはい。アメリカの服ですけど古着の文化は日本だと思ってるんで、それこそ価値がないとされてアメリカにあったものを日本人がこれは売れるっつって持ってきて、これは価値ありますってやった人がきっかけで流行ったって言われてるんで、古着っていうのは、それが始まりって言われてるんで、何なんですかね、その日本人特有のものを大切にするだったりとか、他国の人たちが見逃すポイントとかをちゃんと見るっていうのが日本人の素晴らしいところだと思うんで、だからこそやっぱ日本人には古着たくさん着てほしいです。よいしょ。僕ハーレー・ダビッドソンがやっぱ大好きなんですけど、数あるハーレー・ダビッドソンの T シャツの中でやっぱこの2つは個人的にはめちゃめちゃお気に入りで、年代もそうなんですよね。結構市場とかで出回ってるハーレー・ダビッドソンっていうのは2000年初頭、90年後半ぐらいのものが多くて、この2つは80年代のものになってて、見てわかる通りめっちゃ日焼けしてるんですよね。元の色がこの色なので、それがここまで日焼けするのって多分、皆さん T シャツ着てると思うんで分かると思うんですけど、多分無理だと思うんですよね。だけどアメリカっていういわゆる多分湿気の湿度の低い地域でずっと着られててこうなったっていうのがやっぱかっこいいし、それだけやっぱ愛着持って着てたものがなんでこの場所に来てでこう店頭に並んでたんだろうとかっていう、それも想像なんですけど、考えるとここまでなるまで着られたっていうことは相当愛着持って着られてたのかなっていうだと思うんですよね。でそんだけ愛着持ってきたものを自分が着れるっていう嬉しさじゃないですかね。